皆さんこんにちは。先日の対談の中で掃除の動画を上げてほしいというような声がありましたので、今回はそれに挑戦してみようと思います。今回の動画はどう剪定するかというお話ではなく、剪定した後の片付けから掃除をどのような時間配分で行っているかを見ていただきたいと思います。今ご覧いただいている夏みかんの剪定に関しては、剪定に15分、片付けに15分かかっているということを表しています。片付け作業の詳細については後ほどご覧いただきます。今回はウェアラブルカメラを装着しておりませんので、細かい手元の映像は見られません。ご了承ください。こちらは木蓮の剪定に11分、片付けに7分かかっているという様子です。ここでいう片付けとは、剪定したゴミを集めてトラックに積み込むまでのことを指しています。もちろん掃除も含みます。トラックが横付けできれば片付けも早いですが、ゴミを運び出すのに手間がかかると片付けにも時間がかかります。こちらは刈り込みをした時の例ですが、ボックスウッドの刈り込み作業に6分、片付けに10分かかっています。刈り込みは細かいゴミが出るので掃除に時間がかかります。今回の動画の概要としてはこのような内容でやっていきます。それでは夏みかんの剪定の様子からご覧ください。恥ずかしながら私ももう年ですので、若い頃のようにあまりテキパキ動けません。自分で見ていても乗ったりした感じがイライラするので、部分的に2倍速あるいは4倍速で早送りしてお届けいたします。この木はおそらく炭疽病と寒波の影響で頭の部分がだいぶ枯れ込んでいました。高さを低くしてほしいというご要望もありましたので、今回は結構強めに切ることにいたしました。
ゴミを搬出する通路が狭いので、枝をさばいて束ねて持ち出すことにいたします。こういう時はピオちゃんが活躍します。運ぶ途中でゴミが落ちて散らかったり、家の壁を傷つけたりする恐れがありますので、シートでくるんで持ち出します。夏みかんの樹勢の回復を願うばかりです。続いてはもみじの剪定です。初めて伺ったお宅なので、このもみじがこのようになってしまった経緯がわからないのですが、寸胴切りされた切り口からおびただしい小枝が密集して生えています。とりあえず使える枝を残して数年かけて自然樹形に戻していくしかありません。
どうしたものかと悩んでしまいます。この突っ立った2本は外して作り直していくしかありません。後ろに見えるお隣の木も相当すごい生え方になっていますが、同じ植木屋さんが回っているんでしょうかね。もちろんこの木が悪いわけでもお客様が悪いわけでもありませんが、時間ばかりかかる割にはどうにも良い仕上がりになりません。続いて生け垣になっている姫車輪梅の剪定もしていきます。お隣にゴミを落としたくない事情も終わりのようなので、刈り込まずに切り戻し剪定で処理します。お客様が枝を切られた跡がいくつかありましたが、このように中途半端な切り方をすると余計茂ってしまいますよとご説明しました。向こう側から切れないのでちょっと大変です。
ゴミが溜まったので一旦束ねます。ここからがいわゆる掃除でしょうかね。とは言ってもほとんどの剪定ゴミはシートの上に集めていますから、掃除としてはあっさりしたものです。土壌の微生物や菌根菌も庭の大事な要素ですから、地面をつるつるテカテカにしてしまうような掃除は私はいたしません。土は持ち帰りたくないので、ゴミと土を分離させます。ふるいを使うほどでもないので、私は手をこのように軽く丸めてゴミの上をぐるぐると回します。そうすると上の方にあるゴミだけが取れます。自分が出した剪定ゴミは残らず持ち帰るようにしています。
そのままシートにくるんで持ち出しちゃえばいいのにと思う方もいると思いますけれども、狭い通路のことやトラックに積み込むことを考えると、私は容積を減らすために束ねることにしています。太い切り口に油合剤を塗ります。剪定にこそ時間をかけたいので、なるべく掃除の手間を省くために、とにかく散らかさない剪定作業を心がけています。玄関側に回って木蓮の剪定をします。この木もずんど切りされて変な伸び方をしていました。頼まれてはいませんでしたが、ついでですのでボックスウッドの刈り込みもしました。刈り込みはどうしてもゴミが散らかるので掃除に時間がかかります。これでこの現場の仕事は終わったのですが、ご近所の方から2、3本木を切ってほしいと依頼され、まだ3時前でしたので、ゴミは持ち帰らないという条件でお引き受けいたしました。まずは大きくなりすぎた山帽子の枝おろしからです。この木もだいぶ癖のある剪定をされていて難儀しました。この日はたまたま片手持ちのミニチェーンソーを持っていたので、作業はだいぶ楽にできました。大まかに枝はばらして差し上げましたが、この後の片付けはお客様もさぞ大変だったことだと思います。ここまでごつくしてしまった木はなかなか自然樹形には直せません。いっそ台切りして4、5本立ちの株立ちの木に仕立てたらよろしいのではないかとも思いました。
最後に金木犀と山帽子をざっと手入れしてこの日の作業を終了しました。今回はいつもの剪定動画とは違う試みをさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。